ヒグラドでジョンです。今回はね、ナビ VS リベンジャーズというクランですね。何度か対戦したことがあるクランかなと思います。早速やっていきましょう。はい、先行ナビの方からルートライダーラッシュということなので、ルートライダー採用かの大会かなと思います。以前も出てた時紹介したんですけど、ピーカストロのね、通訳をやってた方が、この方ですね。今攻めてる方ですね。で、3時の方に特化弊社真ん中、ルートライダーちょびっと使ってサイドカットさせつつ、6時から、いいですね、ポイズンタワーを先に解除できてます、スケルトン。で、6時から9時の方向へクイーンを外周部歩かせていくような形。ペッカの方がちょっとテスラとかいろいろ捕まって、特化弊社解けてますね。キングは今回、ルートライダーと一緒に内側入れていくような使い方、ロイヤルチャンピオンの方を、特化弊社の中身と同じようなイメージで3時と歩かせていくと。バルキリー強いね。バルキリー強いね。で、タウンホールのところをオーバーグルを消していきます。9時からここはスーパーバーバリアン内側に入れるような用途で使いつつ、裏側のところをスケルトンの呪文使って、さっきみたいにね、ここちょい内側に割いて、ポイズンターンのターゲットと取れたらね、めちゃめちゃ強いところであったんですけど、ここは吸うことはできず、フリーズ1枚はタウンホールに残すかな。クイーンここ普通に綺麗に入れそうなんで、アーチャーターンもしっかり切れつつ横打ち消えて、タウンホールクローク。そうなるとフリーズがタウンホールにはいらなくなったので、ロイヤルチャンピオンパートのところにフリーズを2発咲くような形で全開まで持っていけそうですね。いいね。ウスケめっちゃ固まってる。クイーンが頑張って対地クロスまでへし折って、ラストは対地クロスのところ。ナイス展開。あら。強いね。戦えるマネージャー。なんか練習相手とかにもなってたりするのかな？わかんないけど。やってたのかもしれないですね。さあ、スーパーアーチャーかなこれは。ルートライダー、スパーチャ編成っぽい。なんか一人目でさ、時間食う編成使うのどうなんてちょっと思っちゃうんだけど。そんなことないのかな？ちょっと怖それ。コアコアブリンプ。コアコアブリンプ通していく。ウォールブレーカーとか入れていって、スーパーアーチャー。2層分け。華麗なる2層分けを決めていきました。しっかり時間差つけてクローン増やしていきます。アイゴレちょっと寄せたい感はあったけど、もう遅いんだよな、これ。スーパーアーチャー凍っちゃったね。これが最後のインビジブル。ターゲットもこれアイゴレ入るから、どっかのタイミングで釣りたかったっすね。反応してスーパーアーチャー流れるとちょっとしんどいところであったんですけど。レイジジェム強いな、それ。ここからヒーラーつけたルートライダーをね、ぐるぐる回していくって感じになります。これ、トームがあるのがめちゃくちゃ強いな。いいトーム。ターンホールまで残してもあんまり、ユニット溶け切ってからのトームになってちょっと微妙になっちゃうので、しっかりユニット残ってるうち、かつ火力の高いところ、ヒーラーもね、ついてるうちにトーム打ちたい感じでしたね。レイジジェムもついてるっていうところで、ユニットが多い方がいいですね。レイジジェム型とか特に。ヒーリングトームは、ヒーローに対しての、このトームの使い方のメインになるので、今回はレイジの方がいいでしょうという判断。で、特に呪文が使えないんでね、スーパーチャーに全部呪文割くので、で、ロイヤルチャンピオンはホグブーメラン。この組み合わせもね、僕も一時期だいぶ使ってましたが強いんですよね。安定感ある、あれかなって感じ。さあ、ロイヤルチャンピオンもレイジに乗りました。さすがにでも、最近はヘイスト推しになってきたな、どんどん。前回まで持っていくと。強いねー。ただ時間はだいぶ使ったので、一人目に関してはどうだろう。元からナビと時間勝負する気はないかもしれないですね。もしかしたら。
確かになんかそもそも時間勝負を挑んだところで勝てるわけがないので、前回丁寧に15点を目指しましょうっていうコンセプトかもしれないですね。それは確かに、なんだろう。強豪クランと戦う上での中堅弱小クランの考えるべきことの一つかもしれないですね、もしかしたら。普通にやっても勝てないからさっていう。ワン防衛どっかで生まれるのを待ちましょうよという、そういうプランニング。ありかもしんない。ストライカーも追加で投げつつの一気のトム。ちょっと外周部のカットができてないんで、鬼のようにそれましたね。とんでもないそれ方をしてます。イピー。なんか、笛が吹かれましたね、今。キング強い。穴開けとかも使って、タウンホールワンチャンみたいな感じの、あれもありましたが、タウンホールの方には向かってくれず、ここでタウンホール起動で、インビジブルを使ってクイーンを内側へ。いい食い火だ。これはいい食い火誘導。レイジ、フリーズ。ロイヤルチャンピオンもね、一応能力保ってるんでね、大工先にこれ潰したい。能力発動はギリギリまで貯めたい。アキャバク出て、ここで能力解放。最終的にこれは全開まで持っていける形。ルート取りすごい強いんだね、これ。この配置もね、結構見える配置なの。あ、これジーマか。うまいなと思ったら、相手じゃなかった。めちゃめちゃ敵の攻め見てる気分で見てたわ、今。バルーン。めちゃめちゃそれる。めちゃめちゃそれる。めちゃめちゃそれる。ストライカーです。なんですか、それ。てかこれ突撃艦投げなくてよかったの、そのスパーチャ編成。今から投げんのウルトラドヤンキープレイングやってきた。うわー。えぐー。とんでもないアタックですよ、これ。鬼のようにミスが重なりましたが、なんとか突撃艦は届きました。やばすぎー。ファイヤーボールの跡地がすごいですね、ここ。大工漏れない。ドラゴンなんだね。ラバタテからのドラゴンライダー。いやー、昔懐かしいっすね。なんかありましたね、スーパーチャ型のドラ。中央、そしたらできるだけ削りたいって感じだったんだけど、相手2本目のスパーチャ採用だね、これは。いや、6時とか回収したいけどできないし、ユニットもいないのか。トルネード据えたのはいいね。ロイヤルチャンピオン対1クロスから。これをドラゴンだけで突破できるか、この区画。一応穴を開けてヒーローも触れるような形にしましたが、クイーンは黒く咲いてます。スニゴブ使ってガントレットそっちへ持ってける準備 OK。ロイヤルチャンピオンの方までは処理できなかった。ちょっとその壁越しっていうのが嫌なところだけど。ガントレット、シングルのターゲットはしっかりキング。ビッグスケ蹴っ飛ばしていく。フローズンアローがマルチアーチャータワーついてロイヤルチャンピオン能力解放。いや、なんとかなってはいるけど。うわ、クイーン強いそれ。うわ。だいぶやばいっすね、この展開は。ちょっとね、運が良かったっすね、これは。トームかかってない突撃艦があそこまで届いたのは割と、バルーンも取ってないかな、あそこ。奇跡に近いっすね。これはラッキーですね。ラッキー全開です、はっきり。高くルートライダー、ジャンプルートライダー、ジャンプオーバーグロー型。最近タウンホールじゃなくてなんかこういう、うんまそれ。ヒーラー飛んでったそうか。ダメージ受けないからね、クイーン。ヒーラーついてちょっとキングが回復されて、ちょっと強い。
ジャイアントアロー最近ほんと増えてるね。食い火のルートが相当火力低いのでヒーラーついてなくてもこれは OK っすね。なんとかなってる。で、ロイヤルチャンピオンも結構早めの採用。3時から。もう最近ロイちゃん早いっすね、みんな。クイーンの方でイーグル打ちつつ、まあ真ん中はオーバーグローで隠しているっていうところで、それ以外のところを大きく削りたい。下がちょっとストライカーとかも消えちゃってるんだけど、スーパーバーバリアンだけでもこれは処理ができましたね。いやー強いな。オーバーグロー以外の施設もほとんど消えて、ここ中心部タウンホール現れます。いや、めっちゃ余力あるな、これ。超余裕全開。ガーサス。ジャンプ、オーバーグロー2発型、ルートライダー編成。まずはスーパーバーバリアンを使ってユニット削っていきつつ、キングクイーン6時ですね。どこだ？ボールブレーカーの音した。でも最初に出したやつ。スーパーバーバリアンカット。ジャンプで左の方向へ。さあ、ガントレット飛ばしとく。だいぶ溜めますね。トライか？出さない。そっちから行くんだ。ユニコーン死ぬ前にまあいいか。そのためだけに打つのもなって感じだし。さあ、そこから東海兵士者を合流していきます。ここでオーバーグローをかけて、クイーンの延命かつ内側の方を消していくことで、ルートライダーは外周ぐるぐるお願いしますよというような形になってますね。いや、ユニットの量がすごいよ。で、ここで一気のトーム、ヒーリングトームで、キングもクイーンもね、HP だいぶ減ったところ、ここで一度回復させていきます。サイドカットをね、特にかけなかったので、東海兵者もかなり近い位置から出したっていうところで、外に広がる力も結構強そう、これは。さあ、もう一度タウンホール区画は消していきました。いいか。さあ、援軍ポイズン、スケルトンの呪文をシングル区画、外周部を削っていく必要があるので、ここ削ってますね。ガーゴイルとかは、なかなか出しづらいところですね、これ。ベテのところ。バルキリーターゲット入ったタイミング、今とかに出したいね。いいバルキリー。良いバルキリーそれ。さあ、中心、レイジ。クイーンの方でポイズンタワー受けたの偉いな、これは。トルネードですが、これは余力がそのままいけそうかな。ロイちゃんも能力残っている状況。僕ヘイストで重くなりましたが、最後駆け抜けての全開。ガーサス。やっぱりゆっくり丁寧にって感じですかね。オーバーグローもね、2発使って最初から時間を使っていくようなプランニングだったので、花から時間勝負は考えてないのかなって感じですね。ライドラッシュ61天才、カズマくん。タイムも結構速そうだ。インビジブルタワーがこうしてね、タウンホールじゃないところにインビジブルタワーする配置が最近増えてますね。そういった配置にはこうして、さっきもそうですけど、ジャイアントアローがね、ガクもやってたけど、刺さりますね。そこの区画に発動だけさせてからのキング。で、反対サイドは天才で追っていく。ライドラテ天才って結構珍しいよね。アイゴレからのウォールブレーカー、スケルトンの呪文まで。ちょっとヒーラーの方がまたキングにそれていく。クイーンがね、火ダメ受けなかったってところで、ロイヤルチャンピオンも足しましたね。で、ライドラパート、スタート、タウンホールは突撃艦の方向へ。ナイストーム。ただちょっとこれはトルネに引っかかります。スケルトンいいね。で、ロイヤルチャンピオンもうはいや、もう能力ここで使うん。爆速ロイヤルチャンピオン。
そんなに使う必要なさそうだなってところですが、もう使っていってもう施設破壊を優先していくような形。もうこれもうライドラも相当残ってますね。これね、死ぬほどライドラ残ってる。ライドラの残り量えぐくない？ 1、2、3、4、5。5体、7体残ってるこれ。ぱっと見7体生きてるわ。圧倒的すぎるね。あ、全部じゃん。さあ、71天才のおでひのルートライダーみたいな感じですかね。これやるなら、対地まではおると思うんで、天才はどこに打つの？イーグル・モノリス。うん。やや時短します。いい時短。どこまで行きますかね。あ、行く。まあ、拾いたいよね。時間かかっちゃうけど。さあ、ここからルートライダーパート、10日兵士をサイドに流しつつ、ホーミングチェックバルーン。で、キングの方をタウンホールに向けてという形ですね。まあ、ルートライダーで穴は開くんですけど、ちょっと、タイタンのタイミング、戻ってきたのはヒーローのおかげ。ロイヤルチャンピオンに反応して戻ってきつつ、援軍対応もしてくれます。タイタンのオーラで最後死にましたね。10日兵舎で、このテスラモリも対応できる。で、キングクイーンをタウンホールへ。クイーンつけたのどうだろうね、これ。まあ、ちょいもったいないよりな気もしないではないけど、配置クロスそうすると残っちゃうからね。なんかベビドラとかそれさ、跡地にホーミングチェックからつけると、その対地クロス無料で折れて、イメージ的にはなんか、9時から12時にクイヒじゃないや、クイーン流しとかも強かったかもしれない。で、このシングルがどっちにしろ、壁越しユニットいないんで、シングル残っちゃうから、内側そのまま普通にね、ルートライダーの後ろにつけて攻めるっていうのもありだったかなって感じ。あとはロイヤルチャンピオンの能力と、クイーンの方がね、黒く持ってますね。ロイちゃん落ちるかなこれは。なるほど。ギリギリのフォックス。あ、イエティ偉すぎ、それ。偉っ。あ、ロイちゃん死んだ。超偉いわ、それ。みんな走ってきましたが、フォックスの方が攻撃を入れて終了です。さあ、ラストアタック星3、71天才ラバルガーゴイル18体と相当の時間を気にした編成ですね。さあ、キングを置いて、クイーンの目の前、テスラモリも、これもガントレットポジションですね。いいっすね。ガントレットすぎるポジション入ったな、今の。さあ、天才、超団体、フォーマルチャイティ。援軍の方がキングで連れて、逆サイドジャイアントからのバルーンパートスタート、ラバストライカー一機のガーゴイルトーム。ガーゴイルもロイちゃんの処理に少し合わせつつ回収をさせていきます。で、9時からロイちゃん。で、反対サイド3時からもラバル。タウンホールにはしっかりレイジを使ってタウンホール突撃艦取っていって、クイーンもクロックを置いてヒーラーを生み出し、キングが防衛援軍の時間をね、相当稼いでくれましたね。これキングフェニックスで。で、あとフリーズヘイスト一発ずつロイヤルチャンピオンの方も能力発動で、キングを突破して、フリーズ打ってマルチ IT、ホグだけで突破ができて、真ん中ヘイスト。かなり忙しいんですけど、スムーズにラバルやりきりましたね。今の時代にラバルやる必要はね、このクオリティでやらなきゃいけないと。さあ、ラストアタック対戦相手ルートライダー編成なんですけど、ナビの方がね、15点パーフェクトを決めましたので、これで、時間勝負の方で圧倒的差で勝利ですね。相手もね、時間勝負をしないような形で丁寧に15点を目指すみたいなコンセプトだったのかなとは思うんですが、ちょっとそれの場合はね、ナビがパーフェクトを取った瞬間に終わりと。
トライカー、クイーン、投げ得っすね。それ、まあ、ロイヤルチャンピオン差し込んだので、ここはロイちゃんでクイーン処理を行っていきます。うん。で、レイジからのキングの方はジャンプ。結構 HP 落ち始めてはいたんで、ヒーリングトーム打ってもいいシーンでしたね。ここで打っていきます。うん。キングが強い。ガントレット、オーバーグロー。ここでかけていき、1体漏れましたね、アイゴレが。ここはバルキリーが処理をしまして、フリーズが入ります。で、キングクイーンパートも1体のアイゴレを処理、もう一度ここでアイゴレ2体目処理。ヒーラー人形か。スケルトンの呪文いいタイミングで打ちましたね。長弾大砲のターゲットをそっちで吸うことができてる。ワンチャン黒くまりだったけど、それリクスケ見ると。うん。タウンホールがここで起動しまして、フリーズからのクローク。レイジ打って、ルートライダーが結構タウンホール向かってくれそうな挙動になりましたね。クイーンの方はこれさすがに捕まったので、落ちちゃうロイヤルチャンピオン能力発動。うん。ストライカーとかはもう持ってきてないので、投げ切っちゃってるんでね。このヘイスト薬で処理をして。ユニット量すごいね。なんか、とんでもない量のウィザードいない、ここ。バレないようにウィザード大群でいましたね。ナイス展開。というわけでね、終わりまして15対15の引き分けですが、時間勝負でナビの勝利と。タイムは相当差があるかなと思います。1分19秒早い。1分差以上ですね。2分27秒。相手のゲームプラン的には、時間は気にしてないよっていうような感じはね、最初から見て取れたので、これは15点取られたら仕方ないよね、敗戦はっていうようなやり方だったんでね。ナビが15点取るかどうかのゲームだったかなと思います。その上でしっかり15点取り切る相手もね、すごいけどね、そのプランしたら。とはいえなんですが、勝利ナビということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。次のドロロロロロ。さよなら。